にちは、さゆりです。皆さんはカラオケに行ったことがありますか？どんなタイプのカラオケに行きましたか？日本のように個室になっているカラオケに行きましたか？それとも、バーやパブで、なんかステージの上に立って歌うタイプのカラオケですか？はい。今回はカラオケについて話します。まず、カラオケってどうしてカラオケって言うんですかね？カラオケの語源について説明します。語源っていうのは、カラオケがどうしてカラオケという名前になったかです。カラオケのカラっていうのは空っぽから来ています。空っぽというのはエンプティのことですね。オケというのはオーケストラのオケです。つまり空っぽのオーケストラ、ボーカル、歌う人がいないオーケストラのことですね。だからカラオケと言います。空っぽとオーケストラが合わさってカラオケという言葉が生まれました。さて皆さんは誰とカラオケに行きますか？友達ですかね？家族ですかね？それとも会社の人と行きますか？私は学生の頃は友達とよく行っていました。社会人になって働き始めてからは会社の人たち、同僚と行くようになりました。会社の同僚と飲み会の後、二次会というのがあるんですけど、二次会というのは、例えば居酒屋で飲んだとしましょう。居酒屋で飲んだ後、次の場所でまたパーティーをすることを二次会と言います。その二次会でカラオケが使われることが多いです。はい、だからその会社の飲み会の、二次会でカラオケに行っていました。でも年々誰かと一緒にカラオケに行くという機会が減ってきています。まあこれは個人的な感想ですね。今は学生でもないし、会社でも働いていないので、友達とカラオケに行くっていうのはあんまりないんですね。で、年々そのカラオケに行く機会が減ってきています。でも、最近、一人でカラオケに行ってきたので、その時の話をしたいと思います。はい、一人でカラオケに行くって聞いたら、なんか寂しい人だなとか、一人だったら家で、シャワーしながら歌えばいいんじゃないのって思う人も多いと思うんですが、やっぱり近所の人、隣に住んでいる人のことを、気を使わずに大声で歌うのはとても気持ちいいです。この一人でカラオケに行くことを、人からと言います。一人カラオケの略で人からと言います。はい。人からです。だから今回のエピソードは一般的なカラオケについてじゃなくて、私の一人カラオケ、人からのエピソードになります。数年ぶりに人からに行ったんです。コロナ禍の前にも人からに行ったことがあるんですけど、コロナ禍の後、アフターコロナというんですけど、コロナ前と比べて、システムが大きく変わっていたので、そのシステムについて、説明したいと思います。予約方法、部屋に入る方法、支払い方法に特徴があったので、その3つについて、お話しします。で、何が一番大きく変わったかというと、店員さんがいませんでした。人に会うことがありませんでした。はい。予約はスマホのアプリでできます。最初にアカウントを作ります。アカウントを作るのはちょっとめんどくさいって思う方もいると思うんですけど、すごく簡単にできました。皆さんメッセージアプリの LINE を使っていますか？ LINE を持ってる人だったらワンクリックで、アカウントを作ることができます。とっても簡単ですね。はい。で、そのアプリを使って好きな部屋を決めます。部屋にはいろいろな種類があります。コンセプトルームというのがありました。ハンモックが2つある部屋を使いました。
はい、ハンモックっていうのは普通外で使うものですね。例えば木と木にハンモックをかけてそこで寝ます。のんびり、揺れながらリラックスするものです。まあ他の部屋はバンド演奏ができる部屋があったり、あとボルダリングができる部屋もありました。とても楽しそうな部屋でした。はい、で予約する時には好みのカラオケの機械を選ぶことができます。私はその機械については詳しくないんですけど、いい機械があるらしいですね。ジョイやダムといった、日本のカラオケメーカーが選べるそうです。でそのジョイやダムは選べる曲や音の感じ、その曲の演奏の感じが違うそうです。だからその好みがある人はそれを選びます。その部屋と機械を選んだら、もちろん一番大切なのは何人で行くかと、あと日時ですね。いつ行くか。それを選んだらアプリでの操作は終わりです。はい、アプリで予約ができました。はい、次は部屋に入る方法です。その時間になったら、カラオケ屋さんに行きました。で、カラオケ屋さんに行くと、普通はフロントに人がいると思ったんですけど、店員さんがいませんでした。ちょっとどうしようと一瞬思ったんですよ。で、もう一度アプリを確認すると、そのまま部屋に入ってくださいと書いていました。アプリに部屋番号が表示されていました。だからその部屋番号に入りました。カラオケしたい人はそのまま、カラオケに曲を入れて歌っていいです。で、このプラン、カラオケは大抵無料のドリンクバーがついています。ソフトドリンクが飲み放題です。はい。だから自分で水とかジュースとか、飲み物を取ってきます。私は基本的に水か炭酸水しか飲まないんですけど、それ以外にもいろんな種類の飲み物があります。例えばコーラ、カルピス、アップルジュース、オレンジジュース、ジンジャーエール、あとエスプレッソマシーンもありました。だからコーヒーが好きな人はコーヒーも飲めます。緑茶や紅茶のティーバッグもありました。はい、このようなソフトドリンクは、飲み放題です。で、お酒が飲みたい人は部屋にあるタッチパネル、リモコンですね。カラオケのリモコンから注文することができます。あとアプリからも注文できるそうです。そういうお酒とかの飲み物だけじゃなくて食べ物もあります。食べ物はファミレスのような食べ物がありました。ファミレスというのはファミリーレストランのことです。デニーズとかそうですかね。日本のファミリーレストランと同じようなメニューがあります。例えばうどん、お好み焼き、ラーメン、パスタ、ピザ、サラダ、チャーハン、カレー、あとは揚げ物ですね。揚げ物っていうのは、ディープフライドのことです。天ぷらや唐揚げもあります。あとお酒のおつまみになるような枝豆やナッツもあります。アイスクリームもありました。あとパフェもありました。はい、で十分に歌ったり食べたり飲んだりして、はい、最後はお支払いですね。支払いもアプリでしました。そのアプリに自分のクレジットカードの情報を登録して、そのまま、決済払いますっていうボタンを押したらもう部屋を出ていいです。簡単ですね。でもしクレジットカードを持っていない、もしくは、使いたくないという人は店員さんを呼んで、現金で支払うこともできるそうです。どうですか？本当に人との交流がないですよね。私は店員さんを一人も見ませんでした。でもいつもドリンクバーのところは綺麗だし、トイレも綺麗だし、掃除をしている様子はありました。でも一切誰にも会いませんでした。びっくりしました。私のように人からをしている人は
多分多いと思いました。なぜかというと、ちょっと歌声が聞こえてくるんですね。で、いつも同じ歌声なので、多分一人で来てずっと何曲も何曲も連続で歌ってるんだなと思って、同じ仲間だと思いながら、聞いていました。私はそのハンモックの、カラオケの部屋で、まず、カラオケなので歌いますね。ちょっと踊ったりあとちょっと疲れたらハンモックで、休憩したりで、その後は仕事をしました。 Wi-Fi がありました。だからテレワークができます。はい、もう何でも自分のしたいようにしていいと思います。そうですね。海外でカラオケに行くといくらするんですかね。ちょっと高いかなっていうイメージがあるんですけど、私は、910円払いました。私は午前11時半から、5時半ぐらいまで、使いました。フリータイムっていうパッケージがあったので、それを使ってなんと、910円でした。皆さんはこれを高いと感じますか？安いと感じますか？私はすごく楽しめたので、安い、また行きたいと思いました。で、しかもカラオケに行った次の日に、アプリの通知が来て、半額クーポン、半額っていうのは、50%オフのことですね。半額クーポンをもらいました。だから次使う時は455円って言いそうですね。はい、ちょっとどうなってるんだろうと不安になります。私はそのカラオケ屋さんのエキスパートじゃないので、全部のカラオケ屋さんが、このようなシステムかどうかはちょっと分かりません。コロナが流行してカラオケの使い方、カラオケの利用の仕方が、変わったなと、感じました。誰とも会わない、一人でカラオケをする、スタイルのカラオケが増えてきているなと、感じます。いかがでしたか？皆さんは一人でカラオケに行ってみたいですか？この人からのスペースをどういうふうに使いたいですか？もしくはやっぱりカラオケは友達と行くのが楽しいと思うタイプですか？はい、今回も最後まで聞いてくれてありがとうございました。じゃあまた次のエピソードで。バイバーイ。